はい、どうもはじめまして、バンプです。今回はロケランイベントが来たので、そのね、ロケランイベントのアチーブメントだったり、タスクのね、内容を紹介していきたいなと思います。もう今、ある程度ね、全部分かったと思うので、今後ね、後続タスクが出るかもしれないんですけど、今ね、出ている、情報として出ているものを全部まとめた動画になります。もしよかったらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まずはね、新タスクをね、紹介する前に、グレネードだったりね、新しくね、追加されたものを紹介していこうかなと思います。ロケランイベントということで、ちょっとね、こんな感じでね、ロケランの筒 RSHG2 とね、いうロケランが追加されました。このロケランね、弾がなくて、もう1分の1でね、使い捨ての武器になります。で、これはね、タスククリアだったり、あとはね、こんな感じで、ザ・アート・オブ・エクスプローションっていう、なんかこのタスクをクリアすると、プラパーでね、買えるようになります。これ以外のね、入手方法としては、他のね、新しく追加されてるタスクでもらえる報酬だったり、あとはね、マークドキーの中からもゲットすることができます。1分の1のね、ロケラン。だいたい値段にしてはね、16万かな。もう使い捨て。で、これね、結構このロケラン、範囲がでかいというか、とんでもない威力しています。カルコフ情報省のね、吹雪さんがね、ちょっと検証してたんですけど、ちょっとこれ一緒に画面共有で見ていきたいと思います。こんな感じでカルコフ情報省さん。後ろ側、撃った場合の、ほら、後ろ側の当たり判定があるっぽいね。で、後ろに壁があっても、撃った本人が、デスするという、ちゃんとなんかそこら辺のね、あれはしっかりしてるそうです。こんな感じの、ロケットランチャーが追加されてますよ、ということで。これをね、グレネードだったり、グレポン。で、AK とかにつける簡易的なグレポンはね、バグで反映されないみたいな話もあります。まだわかりません。もう治ってる可能性もあります。だから、グレネードだったりそういうので、スカブだったり PMC、なんでもいいですね。エニーターゲットなんで、誰でもいいんで35キルしろというタスクになっています。これはね、もう、一つだけのね、タスクだね。もうこれだけ単独タスクになります。で、これね、注意点が、このタスクがね、受けれる人の注意点は、グレネーダーがね、終わってないとダメです。だからグレネードキルのね、PMC キルだね。あれが終わってる人じゃないと、これね、表示されないんで気をつけてください。で、今回追加された新タスクのね、後続タスクとかがあるのは、イエーガーの方出てくる、これですね。ファイトバック。ショアライン、カスタム、ウッズで、ショアライン、カスタム、ウッズで、スカブを7キルずつしてこいというタスクになっています。最初はね、楽だね。とりあえずこれを終わらしたら、次に出てくる後続タスクが、セラピストの拾ってこいですかね。はい。なんかダイアリーを拾ってこいというやつで、カスタム、ショアライン、ウッズ。このね、3つにあるのかな。多分カスタムだったら、真剣のどこかの机の上に落ちてる。で、ショーラインだったら農場の中の机の上。ウッズだと、バンカーのね、プレハブの中に、ダイアリーが落ちていると。この3つのとこから取ってくれば大丈夫です。で、納品かな。はい。これが終わりましたら、次3個目のタスクだね。これができます。フード。ドライフードと、なんかウォータータイプのアイテムを持ってくる。だから飲み物系とドライフード。だから缶詰系だね。普通のね、缶詰じゃなくて、このビーフシチュー缶ショーとか、ダイとか、そこら辺の、ドライフードがいります。これインリードじゃないとダメだね。5個ずつ納品になります。これがね、3つ目のタスク。で、これが終わると、次ね、イエーガーの方で、4つ目のタスクが出てきます。はい。これがね、エリミネートスカブ、スキアーズ、チャリティーチェックポイントということで、さっき、このセラピストのね、書類を拾ってきた、この3つのエリアのどこかでスカブを12キルしろっていうやつがあります。で、これ何回もね、やってたんですけど、僕最初、昭和ラインの農場でやってたんだけど、1レイドにね、3匹ぐらいしか湧かなくて、なかなかね、時間かかったんですけど、カスタムのね、真剣の中でね、スカブキルすると一瞬で終わりました。なんでこれね、やる方は、カスタムの真剣の建物でキルすると、多分すぐ終わると思われます。はい。で、このタスクが終わると、次に後続タスクとして、はい、これが出ます。フェアレスビーストみたいな。これは F1 グレネードがね、初期装備として10個配られます。これ普通の F1 グレネードと違って、束縛グレネードって言ったらね、ちょっと、これをね、受けると買えるようになるんですけど、イエーガーの方でね、新しく F1 グレネード、これが買えるようになります。で、これ普通の方のね、F1 グレネードもちょっと買います。これ何が違うのかというと、はい。
名前がね、少し違うじゃないですか。こんな感じで。こっちがね、今回のイベントに追加された F1 グレネード。これがいつも通りの F1 グレネード。まあ、カッコって書いてるんですけど、これよく見てもらったら、爆発の遅延が 1.5 秒なんですよね。束縛なのボグよりも早い。ボグ2秒か 2.5 秒だった気がするね。より 1.5 秒な投げた瞬間爆発します。で、こっちはいつも通りの方は、まあ 3.5 秒。だから2秒も速くなってる。倍以上ね、爆発する速度が速くなっているというね、代物になっています。なんで今回の新しく出る3キルしろというのは、束縛の方のグレネードで、3キル、スカブでも PMC でも何でも大丈夫です。3キルすれば大丈夫ということで。で、こちらのね、クリア報酬が、ロケラン3つという感じになっています。一応これ分岐タスクになっていて、これタスク5だったかな。これタスク5で多分最後のね、分岐タスクになると思うんですけど、まあこの後ね、後続出てくるかもしれない。まあ分岐タスクになるんですが、これプラスでスキヤの方で、これ以外のね、アイテムが出てきます。これどれだったかな。これかな。うん、これだ。これと分岐タスクになります。さっきの、束縛グレネード、F1 のグレネードで何でもいいから3キルか、スキヤーのこっちの方。こっちね、6連グレポンがもらえるっぽいね。こんな感じで報酬がちょっと違うんですけど、パルチザンと、PMC を10キルというタスク。これね、どっちかを選ぶ感じですかね。イエーガーのこっちの方。まあ、イベントのね、早く終わらせたいっていう人は、こっちをやればもうね、グレネードで3キルするだけなんで簡単ですね。まあ、スキヤのね、こっちの方は、まあ、PMC10 キルするのと、まあ、パルチザンっていう、ちょっとね、手間かなと思います。で、今は後続タスクというのは、追加されたタスクはここまでです。この最後のどっちかの分岐タスクまでやったら終わりです。まあ、今後ね、時間が経ってからこの後の後続タスクが出てくる可能性もあります。はい。で、なんですけど、これでアチーブメントを手に入れれるのかというと、そうではないんですよね。ここにある、下にアチーブメント、これ出てますね。オールオンレッドというね、アチーブメント。これは何なのかと言いますと、61レベ以上かな ?60 レベか61レベ以上の方にしか出てこないタスクがね、スキヤの方で出てきます。ちょっとね、画像っぽって出しておきます。はい、IR 納品ですね。はい。この IR 納品なんですけど、これ15個納品。はい。インレイドとかはないんで、そのままね、納品すればいいんですけど、これが終わった後に後続タスクが出てきます。その後続タスクが、6アーマーのズンク、緑のズンクですね。あれ15個。言ったらアーマーベストのフローラ。あ、これの下。デジタルフローラのズンク。これ今ね、値上がりしているんですけど、このね、61レベル以上の方の後続タスクの2個目のタスクがこれになります。これを15個納品ってことで、とんでもない値段になります。今80万とかで売られてるね、これ。まあ、レフキーの中とかでもね、出たりします。まあ、これ15個と、バルカンヘルメットっていうヘルメット。まあ、黒のね、バルカンヘルメットっていうやつをね、12個。で、キラヘルの正面部分を3つという感じになっています。このキラヘルのこの正面部分だね。はい、ここ。これを3つ。で、これはインレイドとかは別にいらないらしいですね。これはもうちょっと今高くなってんのかな。まあ安いけど、まあこれ3つなんて多分あんま値上がってないって感じかな。はい。この3種類、ズンクとバルカンヘルメット、そしてキラヘルの正面部分、これ3つを納品すると、多分ね、それで終わりなのかな。僕そっちの方もちょっとまだ詳しくね、調べてないんですけど、多分ね、それを終わり次第、ここのオールオンレッドがアチーブ解放になると思います。なんで、これの条件としては、61レベル以上の方しか受けれないというタスクになってますんで、そこだけね、認識しとけばもうそこのレベルまで行ってない人は、このタスクはやらなくていいという感じになります。そもそもできないという感じです。はい。で、プラス、アチーブメント、じゃあアチーブメントないならやらなくていいやって思う方がいるかもしれません。はい、その方にね、このロケランで隠しアチーブメントがあります。それはね、何かと言いますと、こんな感じで隠しアチーブメント、スターコールド3っていう、新しくね、隠しアチーブメントがあります。これはね、ロケットランチャーでカルト司祭を切るですかね。太陽と呼ばれる星って書いてるけど、この新しく追加されたロケットランチャーを使用してカルト信者を抹殺するということで、そうすると新しくね、アチーブメント獲得ができます。まあ、カルトとね、出会うの大変なんですけど、カルトにね、このロケランをぶち込めば、新しく隠しアチーブメントを手に入れれるという感じになっています。
ですか皆さん、隠しアチーブメント取ってみたい方はぜひ目指してみてください。はい。まあ、以上こんな感じかな。アチーブメントに関しては。はい。今回のイベント、概要としてはこれが全てだと思われます。まあ、今後ね、まだ1日経ってないんで、交通とか出ていったら、まあ、どんどんね、追って動画出していこうかなと思います。まあ、これがちょっと面倒だね。35キルして、このね、まだ買えるように、ロケラン買えるようになるけども、って感じなんだよ。これを、まあ、やるのかと言われたら、まあ、大変なんだよね、35。で、これ、まあ、追加されてるのが、このイングレ。はい。イングレがね、こうやって買えるようになってるんで、まあ、イングレだったり、まあ、この辺のね、グレがちょっと安いんで、まあ、このグレを買っていくという感じかな。なんでこれグレさ、2つあんの？違うよね。なんか増えてるね。なんか、グレタスク出てるから、グレめっちゃ買えるようになってんだけど。まあ、こんな感じでグレネードがありますよ。一応ね、イエーガーの方のね、新しく追加されたこっちもね、普通に買えますので、こっちも買ってグレネードキルやってみてください。で、グレポンでもね、キル進むらしいので頑張って、終わらせる方は終わらせてみてください。はい、以上、ロケランイベント。まあ、ちょっとね、短いのかな。まあ、結構今回のね、イベントは結構簡単なのかなと思います。結構簡単め。なんですけど、なんかアチーブメント、まあ普通にプレイしててアチーブメントを手に入れるというものじゃないので、まあ正直やらなくてもいいのかなという感じ。まあ今後のね、時間経過での、後続タスクが出てきたら、まあ、アチーブが最後もらえるのかな。まあそこまでないかもしれないね。ラビリンスあった後だし、ね。まあラビリンスとちょっと比較してしまうから、今回のイベントがちっちゃく見えるけど、まあ大体こんな感じになってます。はい。以上。この動画終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからもどのぐらい？良さそう。そんな気がする。ああ。ね